今回自分がメインでやるということでタイトル戦にしてもらいたいんですけど。いやいや、えらいことになりました。すごかったね。上2つはセットだったから、こういう大会って得てしてこうなるんだって、選手たちのモチベーションとか半端ないもん、ギラギラだもん。ゴミさんこと言ってほしいと思います。まだまだ錆びついてないなという。やりきりました。みんな幸せでいいですかね。でもこのコントラストっていうかドラマがやっぱり見せられるのが格闘技の強みだから、他のスポーツここまでのドラマチックなアップセットは起きんのか。師匠の見ている前で判断したりはできないんで。気になりますか、やっぱりそのセコンドのね。ゴミさんごとぶっ飛ばそうと思ってます。はい。ゴミさんことぶっ飛ばそうと思ってます。これどっちの弟子が勝った方が孫よっていうのはいいんだけど、ね、一番真ん前で見させてもらうよね。ハードパンチャー同士のマッチアップとなりました。さあまず最初の5分間です。小坂さん、はい、剛腕同士と言ってもいいと思います。一気に行くぞ。そうですね、一発入りました。剛腕がうなりを上げる。ここはパンチの力の体格。ダウンまでか。さあそこからの展開。裏にまだ効いてますよ。まだ効いてます。これしっかり効いて。一番ダメな、聞いてたんだよ。4点差でよかったんだよ。サッカーボールでよかったんだよ。こういうだけですね。いってるね。これちょっと緩い、ほら、わかる。多分最初のフックで。最初にやっちゃったの。だから右打たなかった。ちょっとそうですね。状態を出しながら懐ボディストレートを左払っていった。そして入りましたね。ついていきました。パンチで勝負来るかなと思ってたんですけど、逆を読んで寝技の方に持ってきたのでうまかったです。そうですね、割りいきましたね。試合です。マウントですね。はい。マウントポジションになった。パスの場所も大きかったですね。はい、マウントで練習引っ張られながら練習。そう。ここから取って攻めていきますね。さあ阿部苦しい。なんとアキラが見事一本。寝技の攻防に持ち込んで最後フィニッシュにつなげたのはアキラが終始試合を弟子に今ちょっとタオルでポンとね。なんか聞いたか？聞いてないんです。いやでもお前の感じの方が聞いてたんだよ。まあいいや。たくさんの人が応援してくれたんで、悔しかったです。ライト級に初めて落としてみて、もうちょい体を慣らしていかないといけないなっていうのはちょっと実感しました。年末男のゴミさん、師匠もしよかったら年末どうでしょうか。お願いします。めっちゃ怒ってたよ、最後タオルでパシンってやりました。進化した姿が見せられてよかったです。直で見せたいです。恩返しとして。憧れのゴミさんを超えたい。間違えました。そうです。もちろんこれはステップで次の最終的にはチャンピオン。それだけの練習もやってきたし、やっぱりそういうなんかもうそこにはいないよっていう試合はやっぱしたいですね。今日来ます。旦那が連れてきてくれるので、はい、見てくれるといいんですけど一本取りに行くことしか考えてないので、はい。また一人群雄割拠ライジン女子スーパーアトム級に女王が参戦を果たします。再び駆け上がると決めた朝倉環奈、外王者を迎え撃ちます。スペシャルワンマッチ、さ
さあ40キロ級の一戦です。高坂さん、大島沙織は首の決めの強さを誇るんですけれども、そういうことはグラップラーですね。倒していきました。足をかけていました。初めのパンチもあの一発でちょっと歯車狂って、あそこからもう全部狂っちゃった感じですね。私のパンチ結構うまいわけではないので、やっぱりちょっと相手もやりにくかったと思うんですよね。レスラーはああいう足技だと反応遅いから、だから受けてたり。あれ？最初からこの後どんな展開を予想されますか。選手のこのコントロール力といおうかボディバランスが、木村です。これ得意技なんで十字からのちょっとこれ解除した方が十字腕が伸びてしまうか。起き上がっている裏十字だったんで取れそうで取れないんですよ。まあハンドはさ柔らかいから、あれ柔らかいから多分こうやってやったらまあ逃げんなと思ったの。そうですね。だから抑えを重視して OK なんだよね。下からもすごい上手くて、思った以上のパワーもあったんで結構苦戦したなっていうのはあるんですけど、徐々に何か大島の作戦に変わりつつある朝倉環奈。後ろに座られると厳しいんですよね。はい。足が邪魔です。朝倉。強烈。体がつけられました。もう一度。下からの蹴ればでも反応してよくやってたじゃん。聞こえてた。なんか当たりました。残りあと1分5秒。足ですね。あと1分。高坂さん、これ朝倉としてはどんなことを今。これもこのままパウンダウンを狙っていきます。いや大島選手も足がうるさいな。大金星となる。もう座っちゃってるんで朝倉選手が。はい。あそこでお尻が少しでも浮いてればチャンスあるんですよね、大島選手。さあ最後の攻防。なんとか振り絞って朝倉環奈もパウンドを払っていく。決意。ここで5分3ラウンド戦いに行きました。勝負は判定です。青大島に入りました。スプリット判定2対1。勝者は青コーナー大島沙織。朝倉環奈敗れました。結構きついですね。きついなって感じです。大島選手すごい強くて、自分の負けだなって負けは認めてました。嬉しいですね。もちろんねこのままじゃいかないし、かんだかんだで、やるべきことをやるだけだし、必ず、リベンジはしたいですよね。でもまた落ちてしまったんで、あとは上がるだけかなと思います。自分自身もあんまり自分のことを信用してなくてちょっと今でも信じられないです。これからもママファイターとして勝ち続けて、世の中のお母さんに勇気づけられるように頑張ります。でもママを撮ってバイバイ。階級がやっぱり軽いので、ちょっと体重が大変だと思って、下の階級の上の階級、パワーもつけなきゃいけないので、頑張らせます。勝たなきゃこの先がないと思っていたので、ちょっと1本で勝ってなかったのがちょっと悔しいんですけど、また次ライジンで試合させてもらうことになったら少しずつ上に行けるように頑張ります。お前すんの？いや今怖い。カメラ教室と一緒ですって。はい。お世話
そのです。失礼します。はじめまして。前に田村さんと、ご一緒させていただいたことありまして、もう今日本当にこうやってライジ出てお会いできて光栄です。40過ぎて、まあ年齢関係ないけど、はい、まだまだ頑張る姿を見せたいと思ってるので、はい。その気持ちがあれば、はい、絶対大丈夫。ありがとうございます。頑張って。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。息ができなかったですね。はい。今でも本当かっこいいですよね。すごいパワーいただいたんで、絶対勝ちますけど。はい。ブリーフじゃないぞ。黒タイツのストロングスタイルだ。自分は自分のプロレスリングの道を極めるぞ。ヘラヘラ笑いながら夢かうつつか千鳥足で歩いていく中村大輔41歳の秋です。夜は六本木のクラブセキュリティ、そんな顔を持つ MMA ファイターです。ライジンフェザー級戦線に異色の夜の万輪参戦、リースグル30歳です。黒いパンツの頑固者、さあ不器用ながらワンツー、このパンチです。打撃です。右のフック返していく。ちょっと効いてるか。何発かもらっちゃって上がっちゃったとこあるんで、最後まで怖かったですね。右のロー、中村大輔も本当にこうガード下げたまま一つ入りましたね。さあ作ってくる。いい選手をいい逆に入れ替えていた。今度はなんか食らって宮沢行った時あんま覚えてなくて膝だと思う。膝の前にいたからどうですか。ここからグラウンド入れるかどうか。アームロックは逆側に必殺分かっているのに決めてしまう。この足させ顔を剥がして、はい、落ち着いてゆっくり、はい、クラッチキック、はい、腕ひしぎ逆十字腰。中村大輔、お見事鮮やか。すごい嬉しいですね。まだまだ錆びついてないなというのがあるんで、腕の取り合いではまだ負けないですね。体でいきたいですね。はい。そうですね。勝ち進んでいけばベルトとかも見えてくると思うんで、はい。そこを本当に目指してロマンを追っていきたいと思います。はい、中村大輔41歳。ここからまだまだ全盛期です。ありがとうございました。最高。手十字にこれしてな。まあ、VTR もしてればですけど。嬉しいな、すごい。ああ、よし、みんな1ラウンドだな。ドロンドロン15分つけてやる。外国人選手の来日が制限される厳しい現実の中、ある現象が起こっています。超ベテラン日本人ファイターの最強化。もう一度自分にかける38歳と11ヶ月、金原正則です。今や群雄割拠、戦国時代のライジンフェザー級。ちょっと待て、俺を忘れるな。宮田和之の一番弟子、ブレイブジム若頭です。芦田貴弘。いきなりスッと中央を取ろうというのが黄色いトランクス、金原正則です。タイミングはさあサイドフック繰り返していきます。ローキック沈みながら右のフックです。入れ替わった。初めて差し合いになります。印象というか一回やっぱ組んだことあるので、右からのイメージはやっぱイメージ通りだったんですけど、でもそれにも対応できた戦い方ができたので、自分の改めて引き出しの多さっていうのを再確認できたかなと思っております。あ、これ
右足前の構えになっています。左足田です。さあ金原が潰します。最初の距離設定というか、そのやっぱちょっと思ったより芦田が来たなっていうのがびっくりしたというか、一回天下を合わせたらはまってくれたんで、それでパンチを誘って天下を打てっていうのはちょっと狙ってました。残り30。これそうね、肩固めのプレッシャーですね。そうですね、肩のプレッシャー入れながらパスガード入れるんで、肩固め来るから気をつけろ。肩固め気をつけろ。残り25。今逃げろ。さあ入りましたね。さあ肩固めだ。今逃げなきゃ。ブリッジしろ。ブリッジしろ。肩出してディフェンスしてます。なんとかこらえました芦田貴弘。気持ちだよ。こうなったら行くぞお前。また1年間休みたくねえだろお前。これが47戦目になる金原正則です。左沈みました。効いた。これ効きましたね。効いてます。腹効いてます。右面白いパンチ。いや天下のフェイントからですよね。さっき一発入ったんで意識がつくんですよね、相手に。右だ。入った。これは糸が切れたようでぷっつりとそのまま沈みます。肘を止めました。右一閃。あれはファッションです。たまたま目の前にいたんでちょっとイラッとしました。そういう風にやってくるってことを舐められてるってことなんで、そこはしっかりと見したいなと思いますよね。スコア調和されたからやる気になってるみたいですけど、いいんじゃないですか。盛り上がってくれれば。車椅子使いますか。下まではいいですね。足かわいそうだと思うよ。試合1年も組まれなくてさ、組まれたと思ったら俺出せよ。ジョーカーじゃん。もうやりたくないもん誰も。美味しくないしさ、強いしさ、中途半端にねオラオラしてるし今回は本当に良かったから、もう一度フェザーでお願いします。リーグ王者牛久潤太郎がライジン初登場にしていきなりのライジンフェザー級タイトル挑戦。念願だったチャンピオン斉藤豊との決闘に向かいます。僕の格闘家人生全てをかけて、ぶち壊しに行きますので。勝たなければ明日は来ませんから、選手は。初防衛戦を迎えるチャンピオン斉藤豊。斉藤あるいは牛久、どちらがフェザー級の王として明日の夜明けを迎えるのか。斉藤豊、画面右王者オーソドックススタイルになります。一方画面向こう側サウスポースタイルになりますのはチャレンジャーリーグフェザー級チャンピオンの牛久潤太郎です。まずスピード入れていこうか。プレッシャーをかけていこうという斉藤豊です。じりじりと近づいてきていますが、一歩足を受け止めて、そして左右のパンチ、左のフックが当たりました。一瞬手をついた牛久ですが、大きく狂いはなく、相手の動きもよく見えてたんですけど、確かに 1,2 は相手のペースだったんですけど、2,3で仕留めようと思ってたんで、焦りはなかったです。ナイスボディ。いた。踏み込んでボディを放っていきました斉藤です。そして右手、もっと来いと言っているチャレンジャーの牛久潤太郎。右はでもずっと警戒してました。右を思いっきり振ってきたところに結構頭を、左に、傾ける印象が強かったんで、僕はそこに、右フックを合わせようかなとか、いろいろ対策は考えてました。すごく作戦を立ててこう戦いに挑んだのは感じました。餌巻きというか、右です。なるほど、餌巻きですね。おっと左だ、倒れた斉藤。ただ牛久の左バットが滑ってたんですね。なるほど。1ラウンドダウン取ったんですね。いや、あれ2ラウンドだろ。そうは見えない。ちょっと倒れたから。倒れたから。ああ、そう。ってことじゃなくて。そう。
肘を落としていく。下からの牛久潤太郎攻め、そして左から右パウンドを放っていきました。チャンピオンの斉藤です。パウンド強いね。しっかりと力のあるパンチ、パウンドを放っていきました。1ラウンド目にちょっとその距離感とか、その辺をちょっと自分なりに調整して、で2ラウンドでインターバル終わった瞬間にもうこれ狙おうと思って。さあ第2ラウンドが始まりました。萩原選手、この第2ラウンドはどんなところ楽しみに見ていますか？やっぱりそうですね、自分的にはもっと打撃の、展開が見たいなと思います。なるほど。右だ、振り込んできましたチャンピオン斉藤。それも一つ入ってきた。右を返していきました斉藤です。斉藤選手は右が強いんで、そうですね、この右のボディです。そして右のボディだ。完璧完璧だよ。残り時間この第2ラウンド1本切りました。右の前蹴りから左フックを出していきます斉藤。あれ抑止ですよね、前に出てきたら当たるの。なるほど、はい、そして北田、そうキャッチした後に顔入りました。あっとちょっと止血したね。入りましたよ今の。斉藤選手のカウンター気味だったね。まともに斉藤選手の方が切れて血がついてる。返り血が今牛久の顔についたという形でしょうか。はい。膝がボロだったんで、膝受け止めたんですけれども、前に出たとこ、そうですね。出会い頭に当たったね。逆に読みすぎたか。順太郎のやつが勝ってんだよ。わかるかな？こっからだ。できるよできるよ。できる。なんとできない。目の下？できる。メジャーだよ。斉藤が吠えている。かな？斉藤が叫んでいますが、しかし勝ったのは牛久潤太郎が歴代の大会。チャンピオンベルト牛久潤太郎です。なんと第2代ライジンフェザー級王者に輝きました。どんな下馬評も絶対自分信じれば覆すことできるんで、なんかそういう皆さんの力になれたらすごく嬉しく思います。頭かと思ったんですけど、膝ですか。膝ずっと狙ってた。カウンターですね。入ったところに左のちょっと見えてる。止まってんのに5分できたのに。そう、これはちょっと続行厳しい。これだけやっぱ開いてダメで、ドクター止めるよ。でもさ、何もやられてないじゃん。みんな幸せでいいんすかね。試合決まった時から「いやなんだよ牛久かよ」とかそんないいこと書かれてこなかったんで、いやでも僕は自分のこと本当信じてたんで。ベルトも嬉しいんですけど、それ以上にこの流れっていうか、それを自分で掴み取れたっていうのがすごく嬉しく思います。代表と一緒に対策してきた通りにだったと思います。はい。本当にそれがすごい上手だから、やっぱり一発当てるの膝しかないって。あの時じゃ言ってた作戦ではもうそれだった。そうです。ただ気持ちと一発当てたらっていう時もあるので、
本当だよ。いや本当ですよ。なんでめっちゃ意地悪いですか。今までの僕の試合がテイクダウンだけっていう感じだったんで、向こうもその対策をしてたと思うんですよ。だからそれの逆で言ってやろうと思って。本当にテイクダウンないから勝負で決め打ちしてましたね。来たところにタックルを切るってことは重心がやっぱりこう下に行くじゃないですか。だから飛び膝狙うことによって重心下の相手に対して逆に上を狙ってあげることによって入るんじゃないかなっていうのはずっと考えてました。ベルトを持ったことによって、すごく、責任も重いなっていうのを感じます。出てる人たちに力を与えられるチャンピオンになりたいですね。いやいや、えらいことになりました。これだからアイムザチャンピオンとまで銘打たれた大会で、まさかのチャンピオンから陥落するっていう。ブラゼル選手なり王者として君臨してほしいっていう、我々も斎藤豊にベットしたわけです。でも西区がリング上で俺に言ったのは、やっと日の目見ますよ、この日が本当に待ってましたみたいな。まだ頭が整理できてないです。続きは会場休み組が行けばよかったっていうのをミクロが反応してるの。俺が求められるじゃなくて、国が働いててやる。国際エンジェルがくれる。全部もう一回ゼロから誰と誰をどうやらせる。プレベルも許してやって出したらいいよ。まさにカオスの状況となっているフェザー級戦線到来期を迎えています。ますます混乱してきました。このうねり落ち着くことはありません。今ライジンフェザー級の王は牛久潤太郎です。